はい。いや、いいですね。FF オリジンから FF1 のこのゲームのリレーの仕方はすごい、めちゃくちゃめちゃくちゃ素晴らしく考えられてます。はい、ということで、これでゲームクリアになります。というところで、FF1 始まりましたね。はい。ということで、F1 の解説の方がいらっしゃれば、バトンタッチしたいと思います。はい、グッドゲームでした。いや、早かったですね。It's a fun little game, fun little fight. That ending, after that is a cutscene which basically like summarizes the entire game for you. So it's very fun. And then we end the game with the beautiful soundtrack of My Way, which is so fitting for this game. It doesn't seem fitting the first time you hear it, but at the end of は the い。game, そうですね。ちょっと FF1 の解説の方いらっしゃるまで少し FF オリジンの方の解説進めさせていただければと思います。はい。というところで、カオスも半分終わりましたね。はい。お疲れ様です。ありがとうございます。カオスも第2段階始まりました。ちょっと場外出ましたが、目の前に降りてきてくれたので問題ないですね。はい。攻撃前に来ていただければ、ブルタックル前に飛んでいただければ、そんなに大きな問題にはならないですね。ちょっと、はい、大量掲示見ていただければ分かる通り、ちょっとそこの、倒れることまで、倒れないかだけをちょっと気にすればいいって感じですね。はい。ということで、以上 FF オリジンでした。Yes, the dark elf in Final Fantasy 1 is named Astos. He is different. それでは、FF1 始まりましたので、FF1 の解説の方よろしくお願いいたします。Strangers of Paradise, which hints a lot more at what Astos has been doing throughout the resets. So after Team Chocobo finishes up, we can talk a little bit, but the game basically Lufenians reset the world, and that's what Jack just did. He just reset the world again, got teleported 3,000 years into the past, where the Lufenians can no longer mess. これから FF1 の解説というか、実況を担当させていただきます、テリーと申します。よろしくお願いします。私は、FF1 通常プレイと、あと、あれ、聞こえてますかね失礼いたしました。聞こえてますね。ちょっと今音声入っちゃいましたけど。私は一応 FF1 は通常プレイと、さっきRTA 動画を見たぐらいしかないので、そんな知識はないので、もし他にもっと詳しい方がいれば、またディスコードに入っていただければ変わりますので、よろしくお願いいたします。でも早速もう1位の僕の方が始まりましたね。パーティーはスタート時に自由に選べるんですけど、こちらは戦士、文句、あと黒魔同士が2人になります。まずオープニングイベントが終わって、最初の目的地で、最初にこのコリネリア城のセーラ姫が騎士ガーランドにさらわれてしまいました。でそのセーラ姫を助けに行くために、過去ではなくてカオス神殿に向かっております。で、ここのカオス神殿に入り、早速最初のボスのガーランドになります。でちょっと最初の方解説できなかったんですけど、黒魔術師がサンダーを覚えてますので、このサンダーを黒魔術師がやられる前に何発当てられるかがこの勝負になります。まず2発いいダメージが入って、ちょっと今、片方の黒魔がちょっと危ないですが、倒しきれるかどうか。倒しましたね。これで最初のボスが終わりです。ガーランドという、ちょっと FF オリジンの方、私、未プレイなので、FF1 とオリジンの関連性はわからないんですが、ちょっとガーランド、FF オリジンの方でも重要キャラということで、もしプレイしている方がいれば、よく関連性とかも分かっていただけるかと思います。そして、セーラ姫を無事助け出しまして、コーネリア城に戻り、この4人が救世主の光の戦士であるということが分かったので、これから次の大陸に向かう橋を架けていただきます。
そういった間にチョコボの方も FF1 始まりましたね。グッドラックです。そしてセーラ姫からのリュートをいただきます。これは後の方の使うので、出番は最後の方なので、また後ほど解説します。そうすると、この城の北の方に橋が架けてもらえるので、ここから冒険の旅が始まります。でちょっとしばらくイベントが済むので、失礼。今のうちに奏者さんの解説をしたいと思います。まず最初にスタートしたチームモグの、キャップツー・ザ・ドークスさん。こちらは現在、スピードランド.comで12位の記録を持っております。メインは FF9 のようですけど、FF1 も最近、記録を伸ばしてきて、どこまで伸びるか期待のところです。で、2番手に入りました、チームモグのパトリックさん。こちらは FF1 を広く、他の機種も手広くプレイしておきりした1から6まで昔の FF をRTA をよく走られております。スピードランド.comでは7位の記録を持っています。で、まだスタートしていないんですけど、これからトンベリで走るサンダークロードさん。こちらがスピードランド.comで1位の記録を持っております。現在、トンペリが一番ビハインドを背負っておりますので、このサンダークロードさんがどこまで差を詰めていくかも期待したいと思います。そしてチームモグが今、橋を渡りまして、ここでいつもの FF1 の名曲とともに、日本語だと、そして探求の旅が始まったとオープニングが流れていきます。こちらリストリームだとちょっとゲーム曲小さいんですけど、ゲーム曲が聞きたい方はちょっと本家の方も見ていただけるとまたいいと思います。ピクセルリマスター版はオープニングもなんですけど、こちらイベントが飛ばせないので、ちょっと待ちが発生します。ちなみに FF1 から3のピクセルリマスター版は、すべてオープニングデモが飛ばせない状態で入るので、スタートから大体3分ぐらい休憩時間となります。で、そういった間に、チームチョコの方もガーランド戦です。こちらはどうでしょう。黒魔のサンダーが入り、攻撃は戦士が受けてくれます。FF1 は基本的に4人パーティーのうちの上の方が攻撃のターゲットになりやすいので、やられたくない車は下に置いております。で、ガーランドを無事倒しましたね。で、チームチョコもこちらでセーラ姫を無事救出して、これからチームモグを追いかける形になります。でそろそろチームモグがオープニングイベントが終わって、次の場所に向かっていきます。次の街までの道中なんですけど、FF1 は結構逃走確率が低いので、荒れる敵はなるべく勝っていきます。結構ヒットポイントも高い敵もいるので、車のサンダーを有効活用します。あと FF1 なんですけど、車同士、車列士と、今いないんですけど、白魔列士と、魔法の MP 戦がちょっと特殊な形になっておりまして、まず魔法がレベル1から8までのレベル戦になっております。で1から8ごとに、レベル1は何回、レベル2は何回という使用回数戦になっており、これらがなくなってしまうと、MP が余っていても魔法が使えないという形になってしまいます。で序盤は結構車でもレベル1の魔法が3回、4回程度なので、結構大事に使っていかないと消えたりしてきます。序盤から結構のオーガとかも結構ヒットポイントが高いので、サンダーをうまく当てて勝っていきます。で、次の町の港町プラボカに入ると、左上の方に先に宿ですね。宿で、まず、やはり MP の感じが大事なので、結構宿に泊まることが多くなると思います。で次、町の左上の方にこの海賊がなんかたむろしているので、
この海賊を倒し、船をいただきます。海賊9体いるので結構大変なんですけど、まずやられる前に倒したいところです。Yeah, no FF4, FF2 shenanigans here. Like, we got a very easy patch here on FF1. で、このチームチョコも今、FF のテーマが流れていますね。Yeah, just time save as far as the speedrun goes. And seeing that it dropped last Thursday, that is a very 現在タイム差が3分ほどで、結構この FF1 序盤の演歌で車が落ちてしまったりすると戻しになるので、結構3分差もすぐひっくり返る可能性があります。割と運要素が強いので、大乗りな部分も多くなります。で、チーム僕は海賊を倒して無事船を手に入りました。今度はこの大陸の南の方に向かっていきます。その前に宿でもう一度 MP を回復します。Honestly, I think for FF1 it wouldn't be that bad. Because FF1 is all about おそらくここで魔法屋に入って魔法を買うと思うんですけど、いや、出るかな。But we're already working specifically on the black mages on specific magic levels that we 本 want 当はここで魔法を買うチャートもあるんですけど、もしかしたら後に買いに来るかもしれないです。as we go on. Because FF1 for the pixel remaster actually uses で、 the 海の敵は基本的に雷に弱いので、サンダーをうまく当ててきます。この上のサメシャークが結構攻撃力が高いので、うまく公園を守りながら守りたいと思います。They made a major change in adding ethers along with the other classic Final Fantasy items you'd expect in any game that weren't there in the original. The original only had チームチョコは8体の人維持、これは結構ロスがでかいです。FF1 は敵の出現数が最大9体までいますので、不意打ちを食らってしたりすると、9体に先制で攻撃されて、それだけで結構30秒ぐらいロスになってしまうので、なるべく不意打ちは食らいたくないところです。そしてちょっと車が今1人まひってますね。FF1 は麻痺からの復帰率が結構低いので、一度まひってしまうと、最後まで復帰できないということもよくあります。もし全員麻痺してしまうと、ほぼ実質全滅になりますね。Even down to the original, the way they built the challenge up in the final dungeon, you were コー seeing ネ the リア same に戻っ encounters you て、 saw これ everywhere は else, MP 回復 but です more ね。 of them. You were seeing instead of one frost dragon, とに two かく frost 序盤は dragons この instead of 車のサンダーがウイルス one なの gas で、 dragon, four gas dragons. 切れそうになったらもうすぐ戻るを心がけてます。Yeah, although they did do some changes when it comes to like mid bosses and like one tile encounters. All the specific tile encounters are now a permanent icon on the map, so if you beat them once, they are gone, so you can't actually do repeated boss, チームチョコも fights to プラボカについてここで解読戦になります。and one of the first major upcoming boss, actually the Pisco Demons, there's going to be 4 of them every single time. That is also unique to the Pixel Remaster, I think. Yeah, it would be 2 to 4 on the NES. They made it 4 consistently here. That also happened in FF2. They took away 9体うまく素早く狩れるかどう range か。 numbers whenever it was a boss fight, and they made it always 4. 上の方の戦士と文句は基本的に防御力が高いので、上の方の攻撃に攻撃がいってくれるとありがたいです。Which are especially important in the early game, but it also means that his black mages are currently out of any thunder stacks. チームチョコもこれで海賊を無事倒し船を入手になります。Because you want those early levels, especially for HP, because the Pesco Demons can definitely bully your mages into death, and that is a bad thing. And if it's not obvious from the fact that he named the monk Mog, that's going to be our main character at the end, but in the early game, there's a lot of being チー carried ム僕 along の方はちょっ by と、 the other party この南の大陸の敵が結構強いので、 Yeah, the black mages こうなんとか乗り切りたいところですが、 early and mid game, and then the monk gets his moment. そしてこの南の大陸でエルフの町に入ります。まずは宿で MP を回復します。ここでおそらく新しい魔法を買うと思います。 A very wonderful meat shield at that. He does his job. で、黒魔法屋によって、ここではレベル3魔法のサンダラを黒マスターに使います。
サンダラ版と全体攻撃ができます。FFHC の頃はまだ魔法の単体掛け全体掛けという概念がなく、魔法によって単体攻撃か全体攻撃かが固定されています。なので、先ほどまで使っていたサンダーは単体掛けしかできないので、結構敵が多くいると面倒だったんですけど、ここから強い敵ができたら、サンダラで一気に全体攻撃をかけていきます。ただ MP1 とまだ2、3回しかないと思うので、そこもやはり切らさないように MP 管理が大事になります。ですね、この辺はまだサンダーで使っていきますね。チームの方は次の目的地が沼地の洞窟になります。最初のダンジョンですね。最初のダンジョンですけど結構長丁場なので、状況によってはネギを入れていくかもしれません。で、追いチームチョコもここで宿で回復して後ろを追いかけていきます。And that's it for Team Chaos. Now for the victory walk. The victory walk now. I love this. So 僕の方はここは逃げですね。沼地の洞窟は地下3階に物戦があるんですけど、そこまでに黒マス2人が落ちないようにしたいところです。物戦でサンダラを使うので、落ちてしまうとちょっと戦う勝つのが厳しくなります。で、現時点だとまだ捨て手段がないので、おそらく落ちてしまったら2戦になると思います。うまく僕は逃げて、地下2階からさらに3階へ。So having FF1 right after Strangers of Paradise is like the perfect thing that the organizers could have done, because everything that happens in Strangers of Paradise perfectly leads into what happens in FF1. チームチョコの方はエルフの街について、ここでサンダラを買います。結構 FF1 魔法は買うって覚えるものなんですけど、このレベルの魔法は値段がかなり高くて、1だとお金が足りないので、本当はもっと欲しい魔法はあるんですけど、まあ、最低限習得する形でやっていきます。チョコの方は、チームチョコの方は沼地の洞窟に行かずに一回船に乗りましたが、これは買い物か、それともレベル上げか、ちょっとまだ見てみたいと思います。And that's GG Tomberry. Team Chaos, let's go! そしてチームトンベリも、チームトンベリの方は F4 レジンラストストを倒してウィニングウォークに入りました。もうすぐスタートになります。チームチョコ、こちらは先ほど買ったサンダラで9体の敵も一斉に倒していきます。戻りましたね。戻ったということはおそらくレベル上げですかね。Thank you so much for having us. And now we're giving it チームトンベリ始まりました。グッドラック。to all F1 runners. Good luck to you guys. And to everyone in chat. タイム差が18分15分。ちょっと開いてますけど、どこまで詰められるか頑張ってほしいところです。そしてチームモグの方はここで一度回復して、ここでボス戦に入ります。ボスがピスコディーモンですね。こいつは結構攻撃力が高いんですけど、雷が効くので、先手でサンダラを2発当てれれば勝ちです。もう一発でいけるか。決まりましたね。これでピスコディーモンを倒して手に入るのがクラウンとはいうアイテムです。あとクラウンの必要なイベントがあるので、先に取っておくという形になります。FF1 の序盤は次に必要なキーアイテムをあらかじめ取って次のイベントに行くよって言って、ちょっとお使いっぽい感じのイベントが進みます。Yeah, a lot of the early game encounters are
obviously they start weak and they don't give you a lot of rewards. Kind of the exceptional standout is the ogres. チーム And チョ we コ just は kept 今から seeing 沼地の ogre 洞 after 窟へ ogre 向かい、 after 逆に ogre チームボ on グ the は captain's side. ここから歩いて出る。 crazy to see. Like, you 沼地の洞 almost 窟を出ま never す。 get that, and まあ、you FF hope という that と you 脱 can 出 actually 魔法は buy a テレポ few があるんですけど、 antidotes まだこの next 時 to 点 the では手に boss 入りません。 by the time you actually reach L5 for the リ first メイク time. 版だと、 And, Captain just got the ちょっと double レアア kill イテ right ムなん off ですけど、 bat. 非常 Very 口 good っていう、 stuff. まあ、脱出アイテムがあるんですけど、セルリ So マスタ the ー版は basics is we アイ have テム four 周り light はファミ warriors コン each 準拠な holding の an であり item. ませ No, ん。 wait, that's not right. Our four warriors of light show up and they're the subject of a prophecy, of チームチョ course, コの to 方は、 save the 一 world 度、ステージで by 回復してから、 regathering 沼地の the 洞窟に入り elemental ましたね。 crystal's power. Thus far, we have none of those crystals, but don't worry. No, we'll get there. We'll get there. And you might actually recognize some of the fiends as well. And we actually have Thunder beating Garland down to a pulp. You actually might recognize Garland from the previous game, and all of our runners actually beat him already. So, 現在、まだ、どのチームもまだ大きな事故はないです Yeah, が、 that's solid timing. この先 You も無事で usually いってほ get しいところで。 2 to 3 encounters on your way to Garland if you're just going straight there. And doesn't take long to get by your first boss, but also チーム remember モグの this こ was の an 7体 early の遠隔 RPG からの逃げ all 道 the が way ある back と when it 結 was 構ロス made, がでかい so ので、 it was very much meant to なんとか be 逃げれま your したね。 first RPG boss. yeah, he's not supposed to be a very hard boss to get into, and it's mostly で、 just 沼地の洞 finding 窟 out を the 出て、チー castle ムモグは place 次は and then beating him down. 西 Usually の takes 城 like という 2 場所に rounds 向 to かい beat ま him. す。 Your first time round here, and we see Thunder here going into it right now. As こ we こ see でもう一 Captain 回、もう一 actually 度また trying 次 to ボ get ス the 戦があるの boss で、 fight done. Hopefully で first 一度 try, 固定時で make 回 a 復で quick すね。 save. There's a lot of saving potential in the Pixel Remaster. What the best part about the Pixel Remaster for running it and learning it is the fact that every single screen you enter で、 gives you 西 an の auto 城 save に and a 入 quick り、 save anywhere in the こ game. こにいる西の城のいる王様にクラウンを持った状態で話しかけると、この西 Yeah, の those auto 王 saves 様の will 正体が carry ダーク most レ of フ it, のアスト and と then there'll be specific 自分から名乗 bosses り、 where you'll see a この manual クラウンの力を quick 持って save 世 just 界を because 支配 there's する too んだ much と言っ RNG て、こちらと involved, 戦争 and にな it's りま too す。far back to rely ア on ス the アス auto トと save. 先ほどもちょっと、オリジンの方でも出てきましたけど、ちょっと関連性はちょっと私にわからないので申し訳ないですが。 As I said, Captain has 2 Fundara characters, so that's a good idea. で、 You ア do スト not と want to こ see こも the 攻 level 撃手段 2は spells 車の they サンダラがメインの As ダメー I ジソー said, スで。 it's gonna be a little bit dicey あ for と him. 足りない分はAnd 戦士と文句で叩きたいとこなんですけど、 this ま is あ、ちょ my っとフ first ローを食らっちゃいま FF した relay ね。 run that I'm actually commentating, 打 and 撃 I'm のダ sorry メー for ジが cursing. ほとんど入らず、で、あと黒場が一人デスで Okay, 落ちて he's しまい got ま a した。 save. He does not ちょっと lose 厳し much いか。 time because of that. There we go. Second try is this time, right? これは厳しいか、全滅ですね。残念。 Yeah, exactly. And FF1, like Pixel Remaster, is very nice on た that. だ、ピクセルリマスターは、マップ切り替え、集団セーブがダンジョン内でできるのと、あと、マップを切り替えるごとにオートセーブがあるので、不意の全滅でも大きな巻き戻りにはなりません。ただ、やはりロスはロスなので、なるべく事故りたくはないところです。そして再戦です。今度は文句にブラインが刺さって暗闇になってしまいましたが、戦士も暗闇ですね。ちょっと打撃2人が戦力外になってしまったので、車がどこまで頑張ってくれるか。倒しましたね。2回目で行きました。よかったよかった。It is resisted by less enemies, so that makes it a very good utility spell for these battles. アストスを倒すと、今度は水晶の目というアイテムが手に入ります。この後、水晶の目を欲しがっている人がいるので、そちらに渡しに行きます。で、その間に、チームチョコの方は、コディモンを倒して帰りですけど、ちょっと2人落ちてしまいましたが大丈夫か。一応この沼地の洞窟の道中でフェニックスの方が1個拾えるので、1人は蘇生できるんですけど、もう1人が死んだままになってしまいますが、この後は回復に戻るか、そのまま後ろのシールに行くか、というところですね。
all of them have been going ham at this そして game, and 遅れる since こ it's と a トン relatively ベリの still 方も new game, FF の there's テー a マが lot of 流れ development て、 being done on the ここでオー route プニ as ング well. が始まります。 Thunder and Shigeru have been grinding down the game. I think the current world record is a 145.33 by Thunder right now. And it was basically just above ゲーム直後はプロバを蘇生させて like ます a ね。 month ago. So it's been going down tremendously over the course of the last month, and all three of our runners have been definitely trying their best at trying to get a good time on this. But there's a lot of RNG involved in FF1, including every single random encounter. I also love the diversity of our チーム runners' モグの方は experience in that エ they ル all フの kind of 街で一 came 回 from a 回復 different を挟み、 spot. 今度は I 北の大 believe 陸に that 行ってマ Thunder トウヤの Claw, he started というと with ころに the 向かい、 NES randomizer before he had done anything else, and then branched over into speedrunning. Patariku came from the more PSP branch of でチーム直後 speedrunning, は and Captain came from 西の some 城 of the に向 later かいましたが、 versions of Final Fantasy, and then came all the way back to FF1 here with the Pixel Remaster. 炎化を起こしているのは、これはレベル上げですかね。 As we say that, we have Patariku going at the Ossos fight now, and he actually doesn't have his warrior because he had some very bad early encounters. He's had to use his one Phoenix down. You actually get to buy before you go all the way to Earth Cave on his Black Mage. So he チ has ョコがこ one こから圧 stony 倒戦に入 down, ります。 and he is trying to 戦士 actually が一 get 人欠け through てま this, すが、 and Punchy is getting 頑張ってほしいところ the です。 kill after that. It's going to be a very dicey fight for Patariku here. He might be in trouble. It's really rough to come in with 3. The primary reason why we do the stone strat the way you'll see it later is because of enemy これ targeting. が And the algorithm ですで really 文句が favors 落ちてしまっ going た。 after that first slot. And if it's そう not な going る to と go ちょっと after the 黒番 first で slot, 打撃 then が来るのが it's 怖い most が。 likely to go for the second slot. And then back to the 3 and 4. So this may be a case where まあ、 you スロ might ーなら have to 問題な throw い。 one of the black mages up in the first slot to get around that algorithm. We'll see how Patariku adjusts. That's じゃ actually a サ very ンダラで interesting 全滅です thing ね。 because that's the case for all the earlier FF1 versions. It is not actually clear if that works もう一 the 回 same 再 way 挑 for 戦 the Pixel 頑張ってほしいです。 Remaster because we've been testing it out a bunch and it's never really been confirmed that the same strategy works. It seems to be all over the place, but we still actually try. FF1 は and 序 we're 盤 gonna の敵 later の攻 push 撃 the 力が button 高い to の the で、 final spot just because we're just 打撃しても結構痛いですし、この全体魔法が来ると、ギリ全滅する可能性もあります。 hoping that it actually still works that way. さあ、2戦目、サンダラとサンダーを入れて、 It's all for それ good で luck. 文 It's all 句の打撃 RNG が入る。 that we're doing. Oh, Patariku got blasted. So that's good. And we got Thunderclaw ですが、 cleaning up ミ the スで。 pirates. 今度はいいダメージが入って Iron ます Fight が、 is actually a いけ very るか。 interesting one because it doesn't. 勝ちましたね。 It's supposed to be a very hard fight, but if you just get some これ very で unlucky 僕と draws ト on ン it, ペリ、 as you あ can るいは see 僕 here と with チョコ Thunder, 両方と you も can 2戦 actually 目 get でアスト yourself フロ a ー bit で of 受 a けてました。 problem here trying to get past these. Normally, it 今の should とこ be ろ a まだ three 大きな round 差は fight. つかないと思います。 But some of these pirates can really crit you and just whittle you down very fast. And as you can see, the mages that アスト戦の間に、チームモグはマトウヤの属性、魔女マトウヤに水晶の目を渡し、代わりに目覚めの粉をいただきま Yeah, す I。think I actually would have reset on 目 that 覚めの fight, 薬だったか done な。 it over to not have the black. 今度目覚めの薬というのは、 Down. 今先ほど通ったエルフの町の王子様が呪いでアストスの呪いで眠らされているので、この目覚めの薬で治しに行きます。 Relative to the whole run, it doesn't make that much difference, but it's going to put you a little further back for recovery purposes. Yeah, I don't think he quick saved there, and that means the autosave is at the town entry, which means he would have had to buy the saber spells again. There's a route divergence there as well. So some of our runners で、その間にチームチョコはお金がちょっと入ったので、もう一人の車にサンダーラを覚えさせてますね。 Some of them actually only buy one of the sabers, and some of them buy them later as they fly past it. And immediately he gets the redemption. He gets a 5 Buccaneer fight. It's a very tough fight to beat at this stage in the game, but it is the best fight for money to get, and it really will help Thunderclaw catch up money-wise to everyone else immediately. It's a very good fight to see. チームチョコの方がこれからマトウヤの属性へ向かい、 Boost that they give is fixed. So トンベリの方は先ほど海賊を倒して船を手に入れました。 boosting that gives both the fighter and black belt.
Yeah, we see it a lot more often. Like ever since Thunder picked up the game again, we've seen some reroutes where Temper gets used a lot more on the Warrior and on the Monk in order to save some spell slots as スティー well. ブ・モグはここ Because で as we エルフ mentioned の城 earlier, に there 向 are かい、 spell slots in FF1 エルフの王子 Remaster, 様 so に Thunder is ダ on メの slot 薬を number 渡して、 1, and Temper here is こ on れで slot number 2. 王子 So が that 目 means 覚 that め you ま can す。 tally out your spell counts here and there a little bit and get some better range and some more mileage on your black mages. で、 which 目を means 覚 it まし gets たエル you フの less 王子 damage. 様から、あなたたちはきっと伝説の光の戦士たちに違いないと言われて、ここで封印、なんか神秘の鍵というアイテムをいただきます。この神秘の鍵なんですけど、世界各地に封印される扉というのがありまして、それらの宝箱を全て開けられるようになります。ちなみにこのエルフの城にもあります。今開けたところがそうですね。ここには重要アイテムはないんですけども、お金と金策アイテムがあるので、それでお金を稼いでいく。で今得たお金で、おそらくこれは何かな。クロマスターにファイラーを持たせましたね。魔法は他の FF とほぼ同様で、ファイヤー系、ブリザード系、サンダー系とサンドックスであるんですけど、結構対戦文字が多くて、サンダーだと倒せない敵だけど、ファイヤーだと一発強い時も結構多いので、うまく属性で使い分けていきたいところで。もちろん RTA 奏者の方々は、どの敵にはどの魔法を使っている方は多分覚えています。そして神秘の鍵を手に入れたチームモグは次はコーネリア城の封印させた扉に向かいます。一方、チームチョコの方も今目覚めの薬をもらって、こちらはエルフの城に向かうところですね。でチームモグは今、コーネリア城の右上の方にある封印された宝物庫へ向かっています。ここで金策アイテムをいくつかもらった後、この右の宝箱にニトロの火薬という爆発物があります。ちょっと世界観にそぐわないアイテムなんですけど、この時代にはもう火薬があるということなんだと思いますね。で、一旦宿で回復を入れて、でこの後は船に乗って北の方のドワーフの洞窟というところに向かいます。その前にちょっと道具の補充ですね。まずいらない装備品とかを売って、おそらく買い物をすると思うんですが、ここで今、エーテルをお戦いしております。エーテル、FF シリーズの MP 回復アイテムなんですけど、これはオリジナルの FF1 にはないんですけど、リメイク版から追加されたアイテムでして、回数制の FF1 でエーテルってどういう効果があるのかというと、先ほどFF1 の魔法 MP はレベルごとに回数制と言いましたが、このエーテルを使うと、レベル1から8までの MP がすべて1ずつ回復します。つまりはファイヤーとかファイヤーを、レベル1のファイヤーと、レベル3のファイヤーが1回ずつまた増えるということになります。FF1 はMP の最低値が9しかなくて、ファミコン版なんかだと車同士はすぐ枯れてしまって使えないとかよく言われてたんですけど、このピクセルリマスター版だとこのエーテルをトラガイすることによって、車でも持久力が持てるようになりました。しかもこのエーテルなんですけど、1個150ギルとかなり安いので、ある程度お金が貯まってきたら大人買いをして、車でどんどん魔法を打っていけるようになります。ここから先、MP の余裕が出てきたので、車でどんどん全体魔法で敵を勝っていくという流れになっていくと思います。そしてドワーフの洞窟に装着して、この一番奥にドワーフのネリクじいさんという方が火薬で火薬でちょっと洞窟を爆破させて運河を作りたいと言ってきますので、ちょっとポタノクニトロの火薬を渡して、前にやった壁を爆破してもらいます。
That's a very clean fight. He didn't have to use まあそうする anything と、 on ちょっと that. 南の No 方にあっ heavy た items or nothing. That saves こ him の a 陸 lot 地 of 2が time and resources. 爆破して沈ん I'm で、 very catching up with that preempt already. そしてこれで By the way, why 海 isn't 峡 that ができ canal て、 flooded? Why are こ the れで canals 船に so safe there? We just さらに blew 西の up 方に行けるよう part にな of り the まし land. た。 I never got that part. I'm sorry, what part? We just blew up part of the canal. There's like a new place. これ where you can リメイク actually 版だと go 結構長い through ムー and ビーがあるん there's ですけ not ど、 a drop of ピ water クセ in ル the リマスター版は結構演出が Why 短く would て they 楽 be in the cave? RTA 的にはありがたいで Because す。 all the water will flood somewhere. We just made a massive hole. It's in the way. The explosion was further out. We were back on the safe point. Oh yeah, we were safe. There's an incline there. Yeah, I get you. They're totally safe there. Yeah, like an implosion, how the building goes straight down. Yeah. It's a similar concept to that. You're just blowing up. で into 宝 the 箱 middle を of the 回収 canal, して、 and 先ほど開いた運河から今度はさらに西への大陸へ向かってい That's き a ます。 very well precise timed nitro powder there. I gotta salute those. そしてチームチョコの方も今買い物をして、モグの方を追いかけていきます。 What else could you ask for? I mean, a hard hat or something? We're all about safety here. Wear hard hats when you use explosive, chat. ここでまた船で西の方に向かうんですけど、ちょっと FF1 のここで船の解説をしたいと思います。FF1 の船なんですけど、後のシリーズのように、どこでもなんて言いますか、着陸じゃなくて、なんて言うんだっけ、飛行で、上陸ですか。上陸できるわけではなく、今もうすぐモーグリの方が見えるんですけど、この港にしか上陸できません。結構まだ船を手に入れたけど、どこにでも行けるというわけではなく、まだ行ける場所は結構限られております。結構 FF1 は序盤で船が手に入ったりとか、早い段階で乗り物が手に入らないんですけど、手に入るんですけど、行ける場所がそこまで広がるわけではなく、結構段階的に乗り物が増えて、行動範囲が広がるというシステムになっています。ドラクエとかと比べると、2個目の街で船が手に入るっていうのは結構すごかったんですけどね。When you get ambushed, can stun touch you and can stun lock you to death, and that just happens every once in a while. で、チームモグは次の目的のメルボンドの街で見つき、ここで魔法屋からレベル5魔法のファイガを購入しました。こちら名前見たように、ファイガの上位で、こちらも絶対攻撃です。ただ、レベル5魔法はまだそこまで数が使えないので、うまくレベル3魔法のサンダラファイラと使い分けて、エーテルを回してMP を効率よく使っていきたいところです。次に向かっていくのがこのアースの洞窟ですね。このメルボンドの街のあたりは何やらなんか大地に異変が起き、土がだんだん腐っていると言われ、その元凶がこのアースの洞窟にあるのではないかとして、光の戦士たちが向かっていきます。この辺からダンジョンが長丁場にもなり、結構めんどくさいエンカウンも出るので、エンカウンでも結構差がついたりするので、なるべく逃げるときは一発で逃げたいと。じゃあ、数の大きい塩化とか、あとフリーズとかは食らいたくないところです。そしてちょっと今見てなかったんですけど、トンベリの方もアストスを倒して、ここで水晶の目を手に入れました。He's got this world record for a reason. He has just been playing out of his mind with this game and done such a great job with it. Yeah, they've definitely been trying. Like, he's been one of the front runners to actually push down the time this game relentlessly. Just trying to get to that モーグリの145. 7体塩化とかは、なるべく先制されないうちに全体魔法で片付けたいところです。
and make no mistake about these other two. They both got PBs. I could be wrong, I think within the last week, but last 10 days, I'm pretty sure. Yeah, they've been grinding down the game here and there, and there's all sorts of neat little routes that are being devised right now by every one of the runners. Like I said, Captain picking up チーム Fyra も is チ something ョ you チョ don't コボも see often. ベルモンドの街で Thunder フ focusing ァインガーを more 購 on 入して Tempers and getting アース more の洞 value 窟へ out 向 of かっ the ていきま monk, す。 whilst Puerto Rico is relying heavily on its Fandara charges to clear encounters like crazy. There's so many ways to play FF1 Pixel Remaster right now, and there isn't really a wrong way to do it. There's just so many options to take here, and so many diverse routes you can go at. FF1 is in a very interesting spot at the moment when it comes to routes, so we can see the divergences here, like between the two runners. It's ここでアースの洞窟の3回地下3階に入ったんですけど、 What's funny is ここでピクセルリマスターの RTA 上でどうしてもやりたいところがあります。 I mean, you could take everything else the まずsame. コカトリスという石化攻撃をしてくる敵にエンカウントしたいんですが、 無事に出てきてくれるか。 oh yeah, definitely. The entire route would look different. 白っぽい鳥みたいな敵なんですけど、 leading up to one fight, basically. We ちょっとなんで routed the entire game コカトリスがいるかはちょっと出てきたら解説 Otherwise, した we いと could 思い have ま done す。 a lot of things differently. There is actually one way to get around it. Pixel Remaster has a particular goblin glitch out there. It's a separate category where you basically can turn any single boss fight or any fight in general into just a group of 4 goblins. It's a very funny category to see run, and just seeing the final boss battle be a chaos fight that is tremendously scary, and seeing a group of 4 goblins there run away and just win the game. It's one that hasn't seen as much routing yet, and I definitely want to see more of that going down the line. チームチョコの方もアースの洞窟2階まで、現在ワンフロア差まで迫ってますね。 I don't think we have official word yet on if that was patched out on the latest ちなみにこの version. 飛び回ってるコウモリなんですけど、基本的に喋っても何もないです。結構道塞いでくることが多くて、NPC の NPC ブロックによるロスがたまに発生します。僕は先にボス戦ですね。 Viable plan than requiring random warriors like to show up to help you one day. この雑魚戦はファイラーで片付けて、 well, some people just like the dark. They just like to stay inside and just not deal with outside stuff. Sounds like a vampire to で me. ここでアースの洞窟のボスのヴァンパイア戦で We'll す。 never know. And there ヴ goes ァンパイアなんですけど、アンデッドということで火に弱いので、先ほど買ったファイガーを当てていきます。 ファイガー2発で倒せるはずですが、クローバーが麻痺が入ってしまったが、2発目が当たったので、これで大丈夫。ヴァンパイアを倒して、無事倒しました。 This is one of the fights like where you just see 6 ogres. ヴァンパイアを倒すと奥の宝箱からスタールビーが手に入ります。アースの洞窟はこのまだ先もあるんですけど、現時点ではまだ行けないので、一旦控えします。脱出魔法はまだないので、歩いて帰れなきゃいけないのが結構めんどくさいです。 We see Puerto Rico actually going up there to pick up a chest. It's a 3,400 gil chest, and we have a few of these chests that we've routed around the game. That's basically to just help you catch up on gil. You have a few markers that you want to reach. You want to buy a few spells and some items along the way. So you keep a little bit of track on your gil count, and you can just opt to pick up one of those chests going into it. It gives you an extra encounter, so you lose about 20 to 30 seconds if you do so. But sometimes you just gotta. Like sometimes the game チームトンペリが今神秘の鍵を入手して、ここから追いかけます。 You mean the fact that they're jerkbirds? No, the fact that we're actually seeing some very fun stuff. 僕がここでコカトリスが出ましたね。 Yeah, birds. ここでやりたいのはコカトリスは石化攻撃を持ってるんですけど、ここでしばらく待って、上の戦士と文句を石化してほしいので、We actually see this more often now with two. 待ってますね。 I actually run like double petrify. Perfect. さあ、選手の方に攻撃が行ってほしいんですが、 Yeah, to work the targeting out, it's better.
さあ、上2人が石化しました。これでコカトリスは倒すと思います。なんで上2人を石化させた中なんですけど、これはまずピクセルリマスター版限定の仕様がありまして、1から6まで共通の仕様がありまして、ピクセルリマスター版は石化したキャラも物理攻撃の対象になるというのがあります。今実際攻撃されてますので、ただ石化されているので、ダメージは受けないので、実質これは無敵のデコイという形になります。結構、この後物理攻撃が結構強いので、石像を殴ってくれたら、一切被害がなく進められるということです。あと、これもまた、ピクセルリマスター限定の仕様なんですけど、石化しているけれども、戦闘不能扱いにならず、実は経験値が入っています。なので、上2人は石化して行動できないんですけど、その先、レベルは上がり続けていきます。基本的に雑魚戦を狩るのは、プロマ2人の全体模倣があれば問題ないので、これから先、上2人の戦士と文句には、石像デコイとして頑張ってもらいます。お祈りとしては、下2人の車に打撃が来ないということだけですね。そして、チームチョコボの方も今、コカトリスが出てきました。ここでうまく上2人が素早く石化してくれるかで結構タイムがブレるので、お祈りしたいところです。早いですね、結構。チョコボの方は早く石像が2つ出来上がりました。この先、これで当面は黒魔2人で戦っていくことになります。先ほどエーテルもお互いしてMP はたくさんあるので、基本的にはうまく使っていけば切れることはないので、ひたすら全体魔法で頑張っていきます。数が少なくても惜しくない敵は逃げてますね。そしてチームモグは次の目的として巨人の洞窟に向かっています。チームチョコボも石像が無事できたので、これからアースの洞窟を出て、巨人の洞窟までチームモーゴリを追っかけていきます。で、ここで巨人が道を塞いでいますが、ここで先ほど手に入れたスタールビーを渡すと、この宝石を食べて満足したと言って帰っていきます。で、これで道が開けてもらいます。で、巨人は岩を食べるらしいんですけど、宝石はとても美味しいらしいですね。Chat, what's next do you have, for that matter? Come on, make us hungry. Yeah, I don't have any snacks here. I'm just on water. 洞窟を抜けると、さらに西に進めるようになったので、今度はこの南にある賢者の洞窟を目指します。I actually don't usually have snacks during my runs as well. Unless it's a 14 run, like you always want snacks during a 14 run. You won't. There we go. We got the earth rod here from the old man. この賢者の洞窟にいる賢者の話を聞くと、この大地を腐らせている黒幕は、ヴァンパイアではなく、もっと大物の大きな黒幕がいる。で、その黒幕はアースの洞窟のさらの下にいるので、その下の深いところに潜るための手段を私が与えようと言って、土の杖がもらいます。この土の杖を使ってアースの洞窟の地下4階以降に行けるようになったので、また再びアースの洞窟へ戻ります。Here's a little neat little staff. You have a good fun time in that cave. I'm just gonna stay here. He has a nice fireplace though, like so he doesn't have a lighting. 僕の方は MP が今切れてますけど、もう一人の方のサンダルでことが抜きました。Sorry, for a moment I just read that someone had lasagna as a snack and I was just immediately jealous. Like that's how you get me hungry.
Well, lasagna is just good anytime, really. Yeah. Is that breakfast lasagna? Is that a thing? If It it's is. not, it used to be. It definitely still is, at least to my recollection. Alright. Tadariku is heading down to the Titan's Tunnel, where he will cash in that ruby for access to Sarda, and オ also ーブリが is 巨人の属性も引き返してアースの属性に向かっているところで、チョコボの方がこれから巨人の属性に向かうところですね。ちょうどすれ違った形になります。 About 2 or 3 minutes. These little things are going to トンベリの方も少し遅れて、これからアースの属性の1回目に向かっていきます。 Total RNG on the encounters, the number you get, how many you get, what fights they are. That's going to mess with things. So you're actually better to measure less often to really see the pace. Yeah, exactly. Oh, he actually got himself a lesser target fight. If he gets an X potion drop, that's 4% by the way, if you get it. He can actually 先ほどから地上で何回か止まっているのをちょっと解説していなかったんですけど、FF1 にはスピードのみで寝て回復できる寝袋、テント、固定時というアイテムがありまして、ヒットポイントは全部回復できるんですけど、テントの場合は MP が各レベル1回分、固定時の場合は MP が全回復します。基本的にどうしても止まる演出が出てしまうので、時間的にはエーテルの方がいいんですけど、エーテルもちょっと変える数は限られているので、外で止まれるときはちょっと止まっていったりもして、うまく節約していきたいっていうところだと思います。ちなみに余談なんですけど、ファミコン版の FF1 はセーブコマンドというのがなく、屋根で止まるか、外の場合はさっき言った寝袋やテントで止まる場合でしかセーブができませんでした。なので、ファミコン版だと結構テントとかが重要アイテムだったんですね。ピクセルリマスター版は結構セーブが自由なので、ファミコン版と比べると結構遊びやすくなったと思います。As they're going through the same corridors, but Captain is actually already on a second pass through, while Thunder is オグリチョコもともに結構石像に攻撃が飛んでくれていいデコになっております。どうしても車は撃たれ弱いので、こっちに打撃が来てしまうと、場合によっては一発で落ちてしまうこともあるので、この辺はちょっとお祈りポイントになります。But maybe we could get Iron Golems here. That just would be the most rare encounter you could possibly see. Iron Golems, I think we see a lot more often in the Pixel Remaster, right? I think they're showing up in Waterfall now as well. Or are those the stone ones? Those are stone. Iron Golems would be only on Tiamat's floor in Temple of Fiends Revisited. That's true. There's also a different encounter that you can see on the final floor, on Tiamat's floor, that we might also see, but it's a very rare chance. There's also a chance of Warmax, so, you know. Exactly, that one. 全体魔法なんかも結構うまく使い分けていますね。先ほど出たピスコディーモンとか、あと海の敵なんかは雷に弱いのでサンダルで倒し、アンデッドとか狼なんかは逆に火に弱いのでファイラで倒していきます。Down in 2 rounds if you get lucky, and he nukes one of the other characters or the warrior that's already petrified. He can actually target the warrior and get you 3 rounds, and that is a big XP and money boost at the end. チームチョコもここでアースの洞窟2回目に入ります。そしてトンベリは今オカトリスに敵化してもらうところですね。ここが早いと決められるので。うまく引いてくるところを祈りたいですが。全員石化してしまいました。そうなるとゲームオーバーなので、ちょっとこれは戻りになります。今の敵が早かったんですけど、ちょっともったいなかったですね。That is quite a pity. That's a few minutes right there that are just gone. We actually see the Pesco demons here being very pesky, as I like to call them. で、チームモーグリの方はここで土の杖を使い、アースの洞窟の地下4階に侵入します。この先に土を腐らしたという元凶がいるので、ここに向かっていきます。They were unrunnables in every other version until we got here, and they made that not a thing anymore.
but also they are the annoying thing of not being vulnerable to any element. They will resist fire and ice, they will not resist thunder, which is why it's our element of choice. The bats being in the で、 way of チーム Captain, チョ that コボ is も definitely アー the スの type ド of ッRNG が we 3 see 回 in へ。 Pixel Remaster all the time. まあ、先ほどと同じくらいで、まあ、ワンフル技ですね。まだまだこの先どうなるかわからないところです。ただと思います。They did have some mercy in the remake, particularly on the last floor, because there is a bat that is 大食いの方はちょっと legendary コウモリに there, 邪魔されていますが、 as it can totally block the way to a lich. I remember that one. Fire for your last chance. で、トンベリの方が今、ヴァンパイア戦に入ります。Oh, we actually see one of the black mages go down here on the vampire fight, and Thunder is resetting over it. ファイが2発当たってくれれば勝ちだが、 That is very unfortunate. That vampire is 黒場が片方増してしまったので、もう一旦必要になります。 Yeah, it's saving pretty important さあ、 there. これが当たれば。 Yeah. The vampire, you have to get your stuff going to, サンダーだから、ファイラーを持ってないですね。 Yeah, because of これは how どうしたか Thunder is、画面が消えてしまったけど、リセですか he ね。 doesn't actually spam the Faraga. He does now here. To actually just get the そうですね、 bomb here. リセして再起動しま I したね。 didn't get to do it last time because it's, ピクセルリマスターはソフトリセットがないので、積んでしまった場合はもうアプリを閉じて再起動するしかないです。まあ、再起動は結構早いので、それだけはありがたいんですけど。で、ヴァンパイア再戦です。で、その間にチームモーグリの方がここでアースのドックスのボス戦のリのカオス、リッチとの戦闘に入ります。まあ、リッチも火に弱いのでファイが連発で倒せるんですけど、結構全体魔法のブリザラットサンダルを使ってきて、これが2発入ってしまうと車は落ちてしまうので、先手必要で倒したいところです。トンベリの方はヴァンパイアを倒してスタールビーを手に入りました。でも、モーグリの方は一発ファイラーが来てしまったが、もう一発来ると終わってしまうんですけど、先に倒せるか。スローなら大丈夫。なんとか倒しました。結構お祈りポイントだったので、一発だけはありがたいです。で、これで土のカオスのリッチを倒したことにより、土のクリスタルに光が戻ってきます。この光の戦士の目的は、この、土、水、風、火の4体のカオスを倒して、クリスタルに光を取り戻すことになっております。トンベリはまた再起動してしまいましたが、ちょっと見てなかったですが。On levels 1 through 10 and then 20, 11 to 20 and on, you get 1, 2, and 3 HP respectively. But you also have a chance of getting an HP drop, which means このアースのドックスの敵は石化だったり麻痺だったりの状態異常をやってくる敵が多いので、全員足止めになってしまうとほぼ3なので、あんま不意打ちとかで殴られたりとかはないところです。And that means even a Blizzara won't kill a black mage. If you get unlucky, you will have about 100 HP and every spell will kill you. That is basically how Pixel Remaster works. You're hoping for good HP drops and good intelligence drops to get you to the next tier of intelligence. Because the same goes for intelligence here. Every 10 intelligence that you gain makes a boost for your damage. So we saw Captain モーグリの方はここで270 damage with a 銀の腕輪を変えてますね。 and we see Patoriku here で going into it, and we're gonna see FF1 の腕輪は体防具扱いで、もう2魔導士系が装備できます。 here has a 180 attack. And the same goes for Team Choco. なるべく黒間が殴られて落ちるのを避けたいというところですね。で、トンベリの方はまたコカトレイスにあったので、今度はうまく上2人を赤道にしたいところです。で、チョコボの方がカオスリッチ戦に入りました。さあ大丈夫か。うまくファイガーを入れていって、倒しきれれば。
think Thunder would heavily agree with that assessment right now. サンダラが来て、これで片方が落ちてしまう。もう一人倒しきれるか。倒しました。これでチームチョコもリッチを倒して土のクリスタルを復活させました。ソンベリの方は無事赤道が2つ出来上がったので、2チームを追いかけていきたいところです。And there's a bunch of old wise men there who are supposed to help you and tell you stuff. They really don't. We just want the canoe. Give it over, old man. Yeah, you see one with a different outfit. We don't even talk to that guy. The guy next to him, he has the canoe. He's the important one. The rest of them just talk all sorts of nonsense we don't listen to. そしてチームモーグリの方は今度はクレセントレイクの街に入っていきます。湖が三日月型なのでクレセントレイクと呼ばれております。I don't know who you're talking about. Alright, we see some shopping here. The old man's message changes later in the game. Really? Oh. ここでまたアイテムをいろいろ売り払って、ポーションとエーテルを補給していきます。あとハイポーションも買ってますね。More so an HP value that you want to reach for your black mages rather than a particular level or a particular stat. フェニックスのさせアイテムを買って、黒魔が落ちても大丈夫なように。で、ここで黒魔法屋でまた新たな魔法として、レベル6魔法のサンダガを覚えます。レベル5のファイガとのレベル6のサンダガで別々に MP が使えるので、結構効率よく使っていきます。その後のこの老人の集団からカヌーをもらいます。一人だけちょっと色の違う方がオープニングで予言をした方なんですけど、カヌーをもらえるのはその隣の方だったりします。で、このカヌーで湖を渡れるようになったので、さらに行動範囲が広がりました。Yeah, there's also a case to be made for killing in fights rather than just like running away from every single one of them because bigger encounters. で、今までは船は港にしか上陸できなかったんですけど、このカヌーを手に入れたことで海に繋がっている川に上陸できるようになりました。で、このカヌーを使って次の目的地である氷の洞窟に向かっていきます。この氷の洞窟、結構ファミコン版とかやった人だと、トラウマダンジョンっていう方も多かったと思います。多いと思います。結構難易度の高いダンジョンです。ピクセルリマスター版でもダンジョン内セーブができるとはいえ、結構不意打ちで強い攻撃が飛んできたりして、全滅してしまうこともあるので、なるべく事故なく行きたいところです。ちなみに塩化をFF でカヌーの乗ってるときは塩化しないと結構思われてそうですけど、1は川の上でも結構塩化はあります。確か2はなくて、3は場所によってはあったんだったかなと思いましたけど。We actually have Captain here going into Ice Cave already, as we see the old man giving over the canoe to Padariku, and we see Thunder going into his second pass of Earth Cave. They're all doing pretty well, honestly, when it comes to time. They're pretty much on equal pace when it comes to their overall timings. 先ほどのリッチを倒したところで本家チャットの方で本家チャットのタイム差のチェックポイントになっていまして、今見たところ、モーグリとチョコボの差が2分半ですね。ちょっと詰まっています。この先の流れ次第ではまだ逆転もあるかと思います。Ice Cave can always be. He got a. There we go. Captain got a preempt on the two dragons there. The two white dragons, if they get an チームモーグリの方は氷の洞窟に入っていきました。この氷の洞窟、全体攻撃だったり、即死だったり、麻痺だったりが結構たくさん飛んでくるので、
不意打ちで喫煙化を引かないところをお祈りしたいところです。今出てるホワイトドラゴンなんかも、武器で全体100くらい入れてくるので、2体で不意打ちするとされたりすると結構厳しいです。Our fighter is the best defense that we have right now, a rock. Dad asks, do the white dragons have blue eyes? If it helps, sure. Who doesn't help to have those? Oh, there we go. We actually have one of the forced encounters, and you see the little like hooded creature there that we have to fight and talk to. をカヌーに乗り、それ向かっていきます。チームモーグリの方は1回落とし穴に落ちて、一番地下まで落ちました。この氷の洞窟は1回落とし穴にわざと落ちないと目的地にまでたどり着けないというちょっといやらしいダンジョンになっております。NPC sprite like that, and it'll be the same sprite for every one of those. You can refight those if you change floors. Yeah, pretty much. And seeing as we have to fall down there twice, we'll see that encounter twice. As we stated, even though Ice Cave, like you buy Fundaga here to deal with most of the bad encounters, Firaga will be a very good supplementary spell to pick up, or in Captain's case, he is actually using Fyra to deal with most of the smaller encounters, including the undead one, and that is the forced encounter that we have to deal with. It's definitely good enough to do a lot of damage here until you start talking about stuff like the Ice Gigas. Yeah. Well, you see the Pisco Demons here, just casually doing 80 plus damage to one of the Black Mages. They're always scary. But as I say that, I see Captain here already passing the 200 HP mark on Kupo there, which is something you definitely want to see. Whilst we have Puerto Rico here on 185 and 140. チームチョコボもここでテントで回復した後、氷の洞窟に入っていきます。As he goes through Ice Cave, but it is definitely up to the game to give you a good HP value or not. And the game likes to make it very obvious which チームモーグリの方はここで一度宝箱を回収した後、この1個だけあいつ落とし穴にわざと落ちます。その落ちた先に目的地である浮遊石があります。で、浮遊石の前にボス戦のイビルアイ戦がありますが、ここはサンダラが2発で、パイガですかね。パイが2発できるはずです。無事倒して、これで浮遊石が手に入りました。このイビルアイなんですけど、他の機種だとこのマスに入ると何回でも湧くので、ここで経験値稼ぎをするというチャートが一般的です。ただ、ピクセルリマスター版は固定演歌は復活一度マップを切り替えないと復活しないという仕様に変更されたので、ここでの稼ぎはなくなっています。で、再度、お倒しの内に落ちて、もう一回地下に戻ってから、氷の洞窟を脱出するという形になります。この結構長い工程をファミコン版の頃はノーセーブでやらなきゃいけなかったので、ここがかなり難所と言われていました。ちなみにこの時点ではまだテレポは取れません。It would be a better case for using Temper and using the Monk a lot more than the Black Mages, that's for sure. That's just fun theory at this point, because so far they've shown no indication that they're going to change that, and it's time for Thunderclawed to do battle with Lich. Take it. そろそろこのトンベリの方が立地戦に入りますね。さあ、一発で抜けれるかどうか注目したいところです。Well, if he's gonna do it, you want him to do it early. That's true. Yeah, that's true. As you can see, actually, Thunder has one of his black mages on 180 HP. It really depends on what you have by the time you enter this fight. You could potentially survive it. ブリザーが来てしまった。で、黒場が落ちて、リセですね、ここは。It can be a very 一人じゃちょっと削りきれないという判断でしょうか。low HP, like even a Thundara or a Fyra could potentially kill you.
Here, it's all down to the bottom, to the Bizarres. 再起動して2戦目、頑張ってほしい。 We want to see a good old-fashioned attack on one of the stony guys. Haste is pretty okay as well, as long as he doesn't decide to hit one of the black mages. That's round 2 down. He needs 6 attacks to go off. He's on 5. Let's see if he gets lucky and doesn't get the lich attack. Perfect. That means... ファイガーを2発入れて、ヘイストなら打撃が来なければ大丈夫です。There we go. Now he's down. He was that was low rolls for him even, but he still got the fight done. That is a split for Team Tombre. Let's see how they are up to par with their 打撃が入るが、まだ耐えてる。スローなら大丈夫。倒しました。トンベリも2戦目抜けですね。Yeah, there was about 2 minutes or ish made up along the whole way because これで無事3チームリッチ撃破に成功しました。Which not so much, although if you're going to have to do it twice, you want to die early. So that part actually did work out for a bad situation. Yeah, like second try Lich is definitely not bad. He lost about 20 seconds 次はtotal to オーグリの方を向いていきます。 if you have the fourth round まあ、 fire 飛 there. 行石を、That's it. And that 浮遊 is 石ですね。 actually 浮遊石を取った、 Alright, let's 取っ see て it. 次に Let's 向か see ってい if くの I が、 can see that drop. He always 飛 wants 行 to 空 push 星 for が the 眠っているというのを、 because I リュ knew カ he ン was 砂 gonna 漠へ do 向か it ってい to きます。 survive 向かい if ま he gets す。hit. まあ、この今見えている砂漠ですね。Just got a level. ここに Whenever you 浮 see 遊 the 石を second 持っ menu た状 pop up, 態で there 入 is ると always、a moment of did he get the explosion drop? And I know he really wants one. ここで He'll 浮遊 definitely 石を save more 掲 than げ a て、 minute over the other two runners. So this airship out of the そして Ryukan 砂漠から desert is our 飛空 last 艇が known 復活します。 which means we now have full access to the overworld. Not necessarily to the dungeons as of yet. Here we see Captain actually going on a little bit of a route divergence. He's actually picking up 飛空 haste 艇が手に入りま this した。 time. He's going up to the left black まあこれ mage で空を食べるようにな one of the り、 black mages まあ to この pick 世 up 界の haste. 大抵のところに行けるよう Haste になり is ま a した。 one-time- He picked it up on both of the mages. Interesting. ただ平地にしか着陸できなくて、FF1 は結構、マップの洞窟から平地が結構離れていたりするので、飛空艇を取ったから楽々するわけにいかないようにはできています。で、まず、エルフの街に向かって、ここで黒魔法屋で、黒魔2人にヘイストの魔法を覚えさせます。ヘイストなんですけど、最近の FF だと行動速度が2倍っていう効果が多いんですけど、FF1 はちょっと違いまして、先にまず FF1 のシステムとして攻撃回数制というのがありまして、素早さに応じて攻撃が1回あたり2回、3回、4回とか増えていくんですけど、この攻撃回数をヘイストが使うと2倍にできます。なので通常が4回ヒットの場合は一気に8回ヒット。実質火力2倍ですね。黒魔がヘイストを使ってもそんな効果はないんですけど、今、石像になっている文句がどんどん成長していきますので、その文句をパワーアップさせるのに後で使います。で今、プラボカの方によって、ここでまた魔法を1個開催したんですけど、これがレベル2魔法のストライという魔法で、こちらはかけた相手の攻撃力を高める効果があります。ファミコン版だとちょっとバグで効果がなかったんですけど、リメイク版ではちゃんと効果が出るようになりました。これも今石像になっている文句のパワーアップに使います。そうしてチームモーグリは次の目的地ので、このカヌーを渡って次は滝の裏の洞窟というところに向かっていきます。結構 FF1 はカヌーと飛空艇を取った後の攻略順が割と自由で、人によって攻略順が変わったりします。結構これファミコン版は87年なので35年前のゲームなんですけど、その時点で結構これだけ自由度が高いストーリーというのは割と珍しかったと思います。あとはこの飛空艇を取った後なんですけど、通常のプレイですと、この後ネズミの尻尾というアイテムを取ってクラスチェンジというシステムがありまして、黒魔術師だったら黒魔導士、文句だったらスーパー文句、戦士だったらナイトという上級職にクラスチェンジできるイベントがあります。
ただ RTA の場合は、このクラスチェンジを飛ばして、下級職のままでラストボスに行くことになっています。能力値があんま伸びなかったり、高レベルの魔法が使えなかったりするんですけど、それでも対応できるようなチャートを組んでいます。昔のチャートだとクラスチェンジありだったりもしたんですけど、最近はもうクラスチェンジカットがもう大部分ですね。ただ能力値はやっぱり低いままなので、後半のボス戦が結構厳しい戦いになります。まだこの後のボス戦次第では、まだ順位が変わる可能性もあるので注目していきたいです。あと、先ほど何度か脱出魔法のテレポがあるという話をしたんですけど、実はこの FF1 のテレポなんですけど、上級魔法、上級職である黒魔導士しか覚えられず、黒魔術師はレベルを上げてもいつまで経っても覚えられないので、実はこの RTA ではテレポは出てきません。なので、洞窟は全部歩いて出る必要があります。その辺の歩く時間を含めても、やはりクラスチェンジをカットした方が早いというのが一般的な最近のチャートの主流になっていますね。でそう言ってる間に、チームモーグリはここで洞窟の奥の壊れたロボットからワープキューブというアイテムをもらいます。ワープキューブですね。この辺で急に SF っぽくなるんですけど、あとは宝箱で金策アイテムを回収して、あと、一番左の宝箱にリボンというアイテムがあります。FF シリーズだと割と恒例だと思うんですけど、このリボン、連続性に耐性があります。こんな結構めんどくさかった状態異常とかも防げますし、あと敵の全体攻撃の属性付きの攻撃も半減してくれるので、その先の安定化にかなり重要なアイテムとなっております。そうしてチームチョコボの方もここで飛空艇が手に入り、ソンベリの方は今氷の洞窟に入りましたね。だいたいこの辺でストーリー的には半分ぐらいです。I'm gonna do some napkin math here as we go along to just figure out like how well it's going for Puerto Rico's mage, because he is on level 20 run right now, and one of his black mages is at 150 HP, which is very low. You can calculate it pretty easily by just doing the math in your head. That means he is on 30 HP. ここの方も飛空艇を手に入れて、あと買い物を済まして、交互に追いかける形になっています。Well, there's still a chance to gain a few, but there's not that many chances at us. Yeah, like as you go along, like your levels are gonna be harder to get, but that just means you gotta actually calculate a lot of your later dungeons to like pick up good encounters, get a lot of good XP from them, and then try to just get your levels in. Just get a few more levels in and hope that you get a possibly good HP drop here. We see Puerto Rico here going into the caves, actually picking up a few more guild items as well, guild chests, and is actually going to go ahead and pick up some extra shiny items that we actually cannot buy in the shop. チームモーグリの方は滝の裏の洞窟を出て、一度飛空艇に乗り、今度は砂漠の上にちょっと森っぽいところがあって、ここに入れるんですけど、この砂漠のキャラバンに入っていきます。チームチョコボの方は今、ドラゴンの洞窟のところに来たアイテムを回収してますね。金策アイテムと、あとここにエクスポーションという全回復アイテムがあるので、これが結構後で重要になります。チームモグリの方は砂漠のキャラバンで妖精の瓶という捕まえた妖精をちょっとここで回収して、その後もう一度話しかけるとスピードドリンクと巨人の薬というドーピングアイテムが手に入るので、それを何個か買っています。これも明日の方で重要アイテムになるので、出番が来てから解説したいと思います。でチームモーグリの方はこの後、鷹の目ガイアの町に行き、
ここで先ほど回収した妖精を解放します。飛んでいくエフェクトがあって、この後奥の方に行くと妖精がいますので、それに会いに行き、その前に一回魔法屋によってここで魔法を購入しますね。レベル7魔法のブリザガを購入しました。ファイがサンダーガと同じく今度は霊気魔法の最上級魔法です。これでレベル5、6、7の MP をうまく使っていけるようになりました。で、防具屋に入って今度は守りの指輪を買いますね。これは黒魔術師でも装備できる腕防具で結構高めの防御力がありますので、これでもう少し打たれ強くなります。で、買い物を済ましたら、先ほど解放した妖精に会いに行きます。妖精に会うと助けてくれたお礼ということで、ここで空気の水というアイテムがもらえます。この空気の水はどんどん空気を湧き出すような水ということで、これがあると水に潜れるようになります。この後のイベントで必要になります。As a rare encounter, seeing 149 on Team Choco is just it always frightens me. At this point in the time, you do not feel comfortable with your HP value. 今、リッチ戦後のラップが見えたんですけど、ゾンベリが戦闘まで13分差まで詰めてますね。先ほどまで30分差ぐらいやったんですけど、相当な勢いで追い上げてきております。チームトンベリのサンダークルードさん、世界ワールドレコード持ちなので、から最近もまだ巻き返しが期待できると思います。チームチョコの方は現在竹の裏の洞窟で、チームモーグリの方は次は音楽の街へ向かいます。この奥の方の水場に行くと、この女性が助けてくださいとお願いしてくるんですけど、ここで空気の水を持っていると、前にある樽に入って海の中に入れるようになります。で、ここの潜る演出、リメイク版なんかでも結構綺麗な演出があったりするので、ぜひ持っている方は見てみてください。で、そして海底神殿に入ります。海底神殿は、全部で3回、5回まであるんですけど、最初は3回からスタートして、上方向と下方向にそれぞれイベントがあります。まずは上の階を目指していきます。基本的に海の中なんで、雷に弱いんですけど、ブリザガも結構効くので、敵によってはブリザガとサンダガを使い分けて MP を効率よく使っていきます。そしてチームトンベリも氷の洞窟で浮遊石を手に入れて、これから飛空艇を取りに行きます。かなり追い上げてきますね。ここから接戦になるかもしれません。期待していきましょう。でチームモグの方はここで海底神殿の5階に到着します。ここで宝箱がいっぱいあるので、いくらか、すいません、サンダガ。そうですね。コメントありがとうございます。日本語版だとサンガーです。まだサンダガじゃないです。英語版だとサンダガなんですけどね。結構このラケーガ系っていうのが英語版でできたのも確か4か5かその辺くらいからで、最初の頃はライトニング1、2、3とかそんな名前だったと思います。で、チームモグはちょっと今飛ばしてしまいましたけど、
海底神殿の5階が人魚たちの住居になっていまして、先ほど助けてくださいと言った女性も人魚でして、何やらここに住んでいる水のカオスによってもう水が汚染されて、海がもうこのままだとダメですということで、助けてくださいということで、今度は水のカオスを倒しに行きます。この水のカオスは海底神殿の1階にいるということなので、今度はこの下ルートに向かっていきます。ここもテレポがあると、1回テレポで飛ばせるんですけど、このチャートだと持っていないので、歩きで戻っていきます。If you get 8th or 9th try chaos, you might lose 15 to 20 minutes. Let's not see that. Let's see some good first try chaoses this time around. If we didn't spell this out specifically, the elixir that Thunderclaw just picked up, ここでチョコボがガイアの町、トンベリは今、飛空艇を取ってアイテム回収ですね。チョコボもこの後、音楽から海底神殿に向かっていくと思います。あと、先ほどちょっと説明忘れたんですけど、海底神殿の5階の方で人魚の住処でロゼッタ石というアイテムが手に入ります。このロゼッタ石は古代の言葉が分かるようになるというアイテムで、この後ちょっと学者に古代語を習うシーンがあるのですが、そこで必要になります。If you can get the lucky explosion drop from the lesser tigers, you try to avoid those caves if you have enough gil. I think there is one more heal, but I think it's an elixir instead of a mega elixir. ちょっと僕の方が6体に先行されて、ちょっとめんどくさいことになっていますが、この先もやっぱ数の多い演歌で不意とか食らうと、結構差が詰まってしまうので、その辺は運でしかないんですが、いい演歌運が弾けるかどうか。Yeah, so that's on the carry floor. It was like a protect ring or something originally, but it's way, way, way to the right that you never would walk otherwise. Fair enough. Yeah, that's something that you want to avoid. Like, it goes to show, like, even though we walk really fast through these dungeons and we can walk diagonally to save even more time, just keep in mind that like every step we take gets us closer to a new encounter. And even though we don't know exactly how many steps it takes for the next encounter to show up, they will always show up. So every about 15 to 20 steps you take guarantees an encounter, which loses you about 20 seconds. So every item that you pick ここでthat is チームモグの方は宝箱を回収していくと思います。ここに重要アイテムが2つほどあるので、ここで一回宝箱演歌があるんですけど、これはファインガーで一掃して、でここでジャイアントグローブ、日本語だと巨人のコテが手に入ります。巨人のコテ、腕防具で装備自体は戦士系しかできないんですけど、道具として使うとセーバーという、使った本人の攻撃力と素早さを上げる効果があります。本来は黒魔の武術しか使えなくて、黒魔の攻撃力が上がってもそんなに効果はないんですけど、この巨人のコテ自体はジョブに関係なく誰でも使えるので、天使系とか文句系とかが使うと非常に大きな効果を出してくれます。で今、右上の方からリボンを回収しました。これはもう先ほど、先の裏で洞窟を回収したと同じリボンで、ほとんどの属性に耐性があります。これで黒魔2人にリボンが行き渡り、安定性がさらに上がりました。ちなみに FF1 なんですけど、結構道具として使うと魔法を発動するアイテムというのが結構たくさんありまして、有名なところですと黒のローブとか白のローブとか魔導士の杖とか、その辺は全て攻撃魔法になります。FF1 はジョブが自由に選択できて、後から変えれないシステムなので、全部戦士系とかで固めてしまったり、魔法が使えなくて積んでしまうなんてことがないようなための措置だと思います。
ファミコン版の頃は、この魔法とかは攻撃力が固定で、そうなると戦士系がマジックアイテム使って黒魔術師いらないんじゃないかと言われてたんですけど、この GBA 版からは、知性、黒魔法の攻撃力に能力値の知性が影響するようになり、アイテムを使った場合も魔法を使った場合も、戦士よりは黒魔の方が何倍も威力が出るようになったため、黒魔の存在価値がかなり上がっています。特にピクセルリマスター版はエーテルの実装で、MP もかなりふんだんに使えるようになったので、かなり黒魔同士が強いです。ファミコン版とか PS 版とかで黒魔弱いって言った方も、ぜひ一度やり直してみていただけると、面白いと思います。そしてチームモグの方は、海底洞窟1回まで行き、間もなく水のカオス戦に入りますね。水のカオスは今度はクラーケンです。先ほどの FF オリジンとか、あと9にも出てくるので、結構、この4体のカオスというのは割と有名キャラだと思います。クラーケンは全体攻撃魔法は使ってこないんですけど、この8本なしで打撃が結構強いので、プロマが殴られて落ちる前に片付けたいんですけど、片方が落ちてしまいました。大丈夫か？上2人の打撃とこの炭という暗闇攻撃は無駄行動になるので、それだけが来てくれることを願いたいです。いい感じで炭ばっか打ってくれてますね。さあ、このまま倒しきりたいと思ったけど、打撃が入ってしまって全滅ですね。もう1回です。黒場で打撃が来ないでほしい。As we see that, Kraken is down. I was just not talking about Captain. I didn't want to curse him anymore. 罪は無駄行動なので助かります。That was good stuff. 2 inks there and a miss. Second crystal restored. That's a win for team close race. 倒しました。2戦目で抜きました。これで2つ目のクリスタル、水のクリスタルが復活になります。で、チームチョコの方ももう海底自然の下りパートに入っているので、結構もう差を詰めてきますね。終盤、今4つのクリスタルのうちの2つなので、進行度的には7割ぐらいですかね。この後風のクリスタルと火のクリスタルを復活させた後にラストダンジョンがあります。水のクリスタルを復活させたチームモグの方は、この後ベルドモンドの街に戻って、ここに学者ウネという人がいまして、そのウネに、ウネって今3にも名前だけは一緒のキャラがいるんですけど、このウネにロゼッタ石を見せると、古代語であるルフェイン語を教えてもらいます。街の右の方にいますね。この学者のグラフィックも結構3とか5なんかでよく出てきますけど、初めて出たのはこの1だったりします。ロゼッタ石を持ってきただけですぐ解読できて、しかもすぐ言葉が覚えられるっていう主人公もなかなかすごいんですけどね。で、これでルフィン語を覚えました。で、今度はこのルフィン語を使って次の目的地がおそらくルフィン人の街か、それから先、そうですね、ここからだとルフィン人の街ですね。ここは飛空艇の着陸地点から街がすごく離れているので、結構めんどくさいところです。でエンカウントもかなり強いので、
ではこれもちょっと余談なんですけど、ファミコン版から PSP 版までは、この最初の方の場所のプロバからちょっと北に行ったところの2マスくらいだけこのルフェエンジンの場所のエンカウントが出る場所というのがありまして、結構稼ぎのメッカとして使われていました。敵は強いんですけど、火に弱い敵が多いので、ファイダとかを持っていくと割と楽になります。ただ、ピクセルリマスター版では、このリマスのエンカポイントがなくなってしまい、正確なエンカウントしか出なくなりました。ちょっと残念ですね。他にエンカがはみ出てる場所としては、FF2 のアルティアの南の岬とかミシジアの敵が出るんですけど、これもピクセルリマスター版と修正されております。で、そして、チームモーグリはここでルフェエンジンの街で、奥にいるルフェエンジンからチャイムというアイテムをもらいます。ちなみにこれ、ここ、ルフェインゴを覚える前に行くと、街の人が全員、ルパーガミドットしか言ってくれなくて、話が通じるアイテムがもらえません。このチャイムというアイテムでは、今ちょっと先ほど見かけ通ったんですけど、砂漠にあるミラージュという塔、ミラージュの塔という場所で、さらなる道を進めるようになります。チームトンベリも海底ドック神殿に入りましたね。まだ上りパートかな。でも結構差は詰めてきていると思います。でチームモーグリはここで固定維持で回復してから、先ほどのチャイムを使ってミラージュの塔に入ります。ここでボンクが石像から復活しましたね。そこからもボンクも戦闘に参加していきます。FF1 は先ほど魔法が全体と単体でもう完全に分かれているといった最初の方に言ったんですけど、上の方の魔法は全部全体攻撃でして、単体ですごく大ダメージを出せる魔法というのがありませんので、そのためヒットポイントが増えてくる後半のボス戦なんかは、黒魔法だけだと結構厳しいものがあるので、この辺から文句を復活させて打撃で参加してもらうということになります。覚えてるのが今、ファイがブリザガサンダーと、これより上にフレアと、あと白魔法でホーリーがあるんですけど、これらも全部全体魔法なので、単体への威力はちょっと低めになっています。ちょっとモーグリ今、絡まれて炎で2人死んでしまったが大丈夫か。これは倒しに行きますかね。でも打撃が入ってしまって全滅ですね。で、ミラージュのその階段からですね。オートセーブがあるとはいえ、フロアの頭からだと結構戻されてしまうので、痛いところです。で、チームチョコが今、クラーケン戦に入りましたね。これもサンダーが連発を打ちまくって、打撃が来ないことを祈ります。トンベリの方も海底神殿の下りパートに入ってますね。チョコボはクラーケンを一発抜け。これでちょっと差が詰まったかもしれません。Yeah, so far, like the Fiends have been playing pretty okay. Like they're not too kind, but not too heavy-handed as well. クラーケンのところでまたチェックポイントがあるようなので、そこでまたタイム差を見たいですね。I was just about to mention, we actually see that because of the HP values, like this game can go everywhere, and we actually have Thunderclaw here on the final floor of the Sea Shrine. Breathing in the neck of Team Choco is Team Tomberry, pointing that knife at second place at this point. 変から雑魚的もヒットポイントが高くて、ブリザガでも一発で落ちなくなってきます。で、ここで中ボスのブルードラゴンが出てきます。ここを魔法と文句の殴りで。Yeah, like Captain's been doing. ブリザガで落ちるかな。What was it? Like in the last 24 hours even?
で、ここで最小回の魔法陣から、先ほどロボットからもらったワープキューブを使うと、浮遊上に入ります。まあ、これ空を飛んでる城で結構ここから SF チックになっていきます。RTA だと見ないんですけど、実は機械のコンピューター、機械で操作できるコンピュータールームなんてとこもあったりします。Give me HP getting tackled as well by Kraken. Kraken's definitely been gunning. Oh my. Kraken's definitely the チームチョコはグルグ火山に行きましたね。火のクリスタルがある場所です。ここでチャートが分かれましたね。FF1 は最初の土のクリスタルはまあ固定なんですけど、2個目の水風火はどの順番でいってもいいので、結構チャートによってはルートを変えたりする人もいます。難易度的には火、水、風が一般的な通常ルートですけど、And Volcano, on the lava tiles, it does actually proceed with your step count when it comes to encounters. But on a lava tile, you cannot get an encounter. So he is constantly using those lava tiles to try and avoid and... でチームモグの方が住んでるグルグ火山なんですけど、なんかこの溶岩で点滅して、そこはなんかダメージゾーンになっています。ダメージゾーンは塩化が発生しないんですけど、その代わり歩くたびに1ポイントが1ずつ奪われているので、塩化を避けつつ、1ポイントが減りすぎたら回復は注意するようにという感じで進んでいきます。塩化判定が発生しないので、基本的にはダメージゾーンを歩いていく続けた方が得です。で、そこで、そんなこと言ってるうちに、トンベリがクラーケンを倒しました。タイム差がどのくらいになったでしょうか。モーグリからチョコボが6分。モーグリトンベリが9分なので、2位と3位が3分まで迫りましたね。というか、最初20、30分から9分まで詰めています。かなり接戦になってきました。これは面白くなってきましたね。今出てるグラフ見ても、モーグリがすごい、緑のトンベリがすごい追い上げてますね。でチームモーグリはこれで浮遊上最上階で、今度は風のカオスのティアマット戦になります。4体のカオスの中では一番強いので、ここで頑張りどころですね。ヒットポイント的にはもう魔法だけではかなり厳しいので、ここでモンクの活躍が始まります。モンクが打撃で、ここで先ほど車同士が買ったヘイストとストライを入れていきます。さあ、モンクの打撃注目です。で、文句も先ほど使った巨人のコテで強化してますね。基本的にもうここから回復はほとんどできないので、車は倒れるまでほどで文句が殴るという形になります。さあ、文句の打撃1700。ここまで崖で200とか300だったのがいきなり1000以上のダメージが出ます。チアマット2発。これが鍛えた文句の火力ですね。まあ、このゲーム、久保氏が一番強かったということです。で、ここでチームモグは風のクリスタルを復活。で、ちょっと今、解説できなかったですけど、チョコボの方は火のカース、マリリスを倒して火のクリスタルを復活させました。モーグリとチョコボはこの後、まあ、行ってない方のカオスを倒しに行くと思います。トンベリは今、ルフェエンジンの街でチャイムをもらったので、多分この後は浮遊上だと思います。そうですね、今、トンベリが、FF1 に入ってからすごい追い上げを見せています。これはラスボスあたりで並ぶ可能性もありますね。ただ FF1 ピクセルリマスターのラスボス、結構運ゲーなので、
そこでまだどうなるかまだ分からないところです。So those three chimeras you see here, they actually bullied Captain earlier on, and he got a death from those. Those are very ここで scary モー fights. グリはまだ All 買い物 are します to ね。 you, and getting a bad ambush there is just troublesome. この RTA チャートだと白魔術師がいないので、基本的に回復はハイポとエーテル頼みになってしまうので、アイテムを切らさないように気をつけたいところです。So here we actually see Captain go into the volcano here. You actually have three characters here, which is a very interesting aspect and a difference in like routes between the two parties. Because you have three characters available, you have three チームモーグリがグルグ火山へ、チョコボの方はルフェンジンの町から冬城へ向かうと思います。トンベリもミラージュの通りだから、風のカオスが先ですね。But there's that to consider as well, like more opportunities to flee here. That is a lot of HP it's gonna consume. I think you take more encounters in this version than you do any other for this volcano. Because it's like PSP, you're hoping for 2, but 3 is about average. ほぼ1人になってしまったが、ここで逃げで、全滅ですね。この砂漠にしか出ないこのバレッタという敵、魔法耐性が結構高い上に攻撃力も高いので、逃げ損ねると結構危ないです。Alright, Mirage Tower, Patriku. Right, and final floor for Captain on Mount Gold here. As is mentioned in chat, the volcano tiles do 1 damage per hit. I'd like to. チームチョコボはここでミラージュの通りに入ります。見た目はトンベリの方が先行してますけど、チョコボはグルグ火山をもう攻略しているので、まだもう少し前にいると思います。Oh, but the Black Knight fight on Thundercloud can be pretty scary because they do actually know Flare. And that hurts. They do know how to be a bad encounter. They're bad men. でも、チームモーグリの方がここでちょっと先ほど解説できなかった火のカオスマリリス戦に入りますね。マリリスも結構全体魔法とか使ってくるんですけど、もうヒットポイントが200を超えていて、あとリボンもありますので、そこまで脅威にはならないと思います。攻略順的にはティアマットよりはかなり弱いので、で、おそらくここも本校に補助を入れてからの殴りになると思います。が巨人のコテで自己を強化して、黒馬はヘイストとセーバー、ストライを入れていきます。But it does give 20% more strength to the monk as well. And there's also the money route. 文句のパンチでマリリスが沈み、これでモーグリは火のクリスタルを復活させて4つのクリスタルが全て復活しました。RT だと飛ばしちゃうんですけど、実は浮遊城のコンピュータールームに4つのカオスの力が集結している場所がある。そこはカオスの神殿だということで、最後の決着の場所はカオス神殿になります。最初にガーランドと戦った場所ですね。なので、モーグリはこれからもう買い物はないかな。そうね、カオス神殿に直行して、ここからラストダンジョンです。4つのクリスタルを復活させた状態で、真ん中の神殿に行くと、装置が起動して、今度は過去のカオスの神殿に行けるようになります。ちょっとこの FF1 のストーリー、この過去とか未来とか、ちょっとすごい非常に複雑なんですけど、大まかに解説すると、最初に倒したガーランドが、その倒された恨みとかいろいろあったのと、そのカオスの力もあって、2000年前に飛ばされてしまいました。でその2000万年前でカオスの力を得たガーランドが、非常な大きな魔王的なものになり、世界を支配してするんですけど、その2000年後の、今現在はもう力を失われてしまっていた。
その2005年後の世界でこの光の戦士にガーランドは倒されてしまい、またその恨みから2000年前に戻されるという、ループ的な世界なんですね。ちょっと詳しく解説するの難しいので、この辺は考察サイトとかあるので見ていただければと思います。もしかし、私はちょっとオリジン未プレイなので、この辺はわからないんですけど、オリジンに結構ガーランド誕生の秘話があるみたいな話は聞いたことがあるので、そっちをプレイした方は結構わかるのかもしれません。Exactly. You want chaos first try, and then you're done. And if you get first try, you usually PB. And if you don't, で、トンビリが浮遊上、チョコボも浮遊上、これはトンビリは抜きましたね。いや、違う、トンビリまだ、グルーグカザンまだだ。すいません、まだチョコボの方がちょっと前です。過去のカオスの神殿に入ったチームモーグルですけど、この奥で最初にセーラ姫にもらったルートをここで奏でると、下に進む階段があります。ちょっとリストリームだと曲が流れないんですけど、ここでFF1 のメインのプレビュードのアレンジが流れています。ちょっと、トンビリの方はあんまり補助が入る前に車が落ちてしまって全滅ですね。ティアマットは現代攻撃が多いんですけど、特にこの毒ガスという攻撃がリボンで耐性を得られないため結構大ダメージになってしまいます。そしてチョコボの方もティアマット戦に入りますね。車が落ちるまでにどれだけ文句に補助を得られるかというのがこの後半のボス戦の鍵になっています。基本的に回復は入れないと思います。今度は両チームとも結構補助が入っていますが、トンビリが先にティアマットを落としましたね。チョコボの方は車が一人で落ちてしまったが、間に合うか。ここで毒ガスが来て、まだ耐えてるね。よく文句さえ残ってくれればいいので。Paterico has 4 crystals now as well, as Thunder is already in Mount Gold trying to get the last one immediately. 車が落ちてこれで倒せればギリギリなんとかなりましたね。これでチョコボが4つのクリスタルを復活してラスボスに向かいます。ソンベリはあとまだグルグ火山がまだですね。ソンベリが今グルグ火山に入ってここをクリアしてラストダンジョンです。チームモーグリの方なんですけど、過去のカオス神殿ではこの過去の4体のカオスがまた対戦になります。でこの最初のリッチ戦なんですけど、リッチは一定確率でフレアという最強の黒魔法を打ってきて、これが全体300くらいになるので、もしフレアが飛んできてしまうと、一気に黒魔2人が落ちて全滅する可能性が高まります。基本的にフレアは来ないでほしいというお祈りなんですけど、今来ましたね。黒魔2人が落ちてしまったが、あと文句で殴り切れるか。なんとか倒しました。これ一旦目でフレアードが来てしまうとほぼクビになってしまうので、結構お祈りポイントです。チームチョコボもここから過去のカオス神殿に入っていきます。Per captain, but I don't think you'll see that. I think you'll just see the quick battle up to Caird, apparently. Yeah, we should probably mention as well that at this point in time, they all have 3 full heals, which is really comfortable to be like a. で、モーグリは次は過去のリリス戦ですね。
マリリスはリッチほど全体攻撃は強くないので、全滅リスクはない、あんまり低い、高くはないんですけど、やはり黒番で打撃が来てしまうと死んでしまうので、上で石像になっている戦士が踊りになってくれることを願いたいところです。ちなみに石像の戦士なんですけど、残念なことなお知らせなんですけど、最後まで石像のままです。やはり壁は石のデコイとして頑張っていただきたいと思います。で、モーグリなんですけど、打撃で黒馬が一人落ちてますね。今必死に補助を入れてますが、大丈夫か。もう文句が殴りに入ってる。2人落ちたけど、なんとかなりました。トンベリは通常の方のマリリスを倒して、これで4つのクリスタルが復活。これからラスダンに入って追いかけていく格好になります。もう差はあんまりないと思いますね。It's down to just getting debuffs off on the monk and just whittle them down as soon as possible. Both of them are both of the carries are considered incredibly weak in Pixel Remaster. That's being mentioned in chat. The second one is technically stronger, but by the time we get to the second one, we don't care. グリがこれ6歳に絡まれてちょっとめんどくさいことになっています。If you want a challenge, do it with no protect against fire damage. It's going to be a much different fight. 1円下の逃げミスも結構重かったりしますので。今、モーグリが過去のクラーケン戦に向かっていて、ショコボが過去のリッチ戦、トンビリが入るところなので、各チーム2フロア差というところですね。Potentially, the run could be done within 7 minutes. It could also be 17. It really depends on how the cards are played at this point in time. But for now, we have Kraken 2 on Captain's side. The third refight. トンビリがモーグリが先ほどからちょっと通常演歌でめんどくさいことになっているので、ここはいい演歌を引きたいところですけど。で、モーグリがここで過去のクラーケン戦ですね。クラーケンも魔法を入れれば打撃が強いタイプなので、黒馬が早い段階で落ちないところを祈りたいです。炭は無駄行動で。It's already mentioned in chat, but I think everyone that played any form of Final Fantasy 1 knows how it feels to lose a run to Chaos. サンダラが一発で、でもこれはリボンで耐性を持っているので、それほど痛くはないです。So of course, this next floor is home to the best weapon of the game, the Mass Immune. We don't need that though. We won't get it. No, that's a massive time loss. 文句が打撃に入って、で、クラーケンが落ちました。で、モーグリはあと2フロアですね。Yeah, it's also very nice that you can actually see where they are due to the orbs. As you can see on Captain's side, like you can die to any. 過去のカオス神殿の地下4階ですけど、ここはもうかなり狭いです。でモーグリはもうすぐに過去のティアマット戦に入ると思います。ちなみにここのずっと右下の方に行くと FF1 最強の武器のマサネが胸があります。RTA では取られておりません。過去のティアマット戦、ここも打撃と毒ガスが来るとちょっと面倒なことになります。まずは炎。まだヒットポイントには余裕がある。で、チョコボの方がリッチ戦です。
実地はフレアが来ないことだけをとにかくお祈りです。Yeah, Chad is agreeing here. Like, raise your hand if you've been personally victimized by chaos. I could, like, yeah, I'm raising my hand in. Oh God, we see Puerto Rico getting blasted by what was that 2? Yeah, that 文 was 句が 2 殴り、 players. 力士の方は文句が殴りに入った。 It can be nasty stuff. あ、フレアが来たか。 Definitely want to save there. 先に文句が That 削 is り a 切れれ very ば。 dangerous place to be in. All of the fiends can get out of hand real quick. モーグリの方も殴りに入ってますね。あ、チョコボの方は全滅してしまいました。ちょっとモーグリの方も危ないが、なんとか文句一人で倒し切りました。Yeah, Team Mog is ready to go. Like, first try, we'll call out the GGs immediately as soon as we see it happen. Chaos で、 has ここでモーグリはついに That is ラス by ボス戦 far で the す。 biggest pool. It is more than the 4 fiends combined. So it requires a lot of setup rounds. And you hope to survive during those setup rounds. You hope to survive after those setup rounds. For now, though, here we go. First of our runners on the Chaos. ラスボスは、Let's see it まあ、 happen. 先ほど言ったガーランドが、まあ、転生と言っていいのが、した姿のカオスとなります。Black belt to survive, and we need the black mages to survive long enough to get the buffs off. Here we see trying to get our カオス戦なんですけど、まず最初に砂漠のキャラバンで買った巨人の薬とアイテム、これが最大ヒットポイントを200上げる効果があるんですけど、これを全部文句に入れます。でそれ文句は巨人のコテで自分を強化。で、ある程度最大ヒットポイントを上げたら、先ほど拾ったエクスポーションで文句を全回復。まあ、これでヒットポイントが現在800あります。あとは黒場が落ちるまでに補助を入れ切り、補助が入れ終わったら文句で力尽きるまでに殴りたいんですけど、先に死んでしまいましたね。このカオス戦、全体攻撃が非常に強いので、かなり安定性が低いです。今トンベリで走ってるサンダークロードさんなんですけど、今ワールドレコードなんですけど、そのワールドレコードですらカオス戦で2回落ちております。基本的には石像の戦士に打撃が来てくれるか、もしくは補助以降もたまにスローとか、ヘイストとかを使ってくるので、そういうのを行動してくれる方がありがたいです。でちょっとまた黒馬が1人落ちてしまったが、黒馬2人来てしまって、これは厳しいか。でもまだ自己強化入れてますね。打撃900、これは厳しい。こんな感じでカオス戦は本当にかなり勝率の低い戦いでお祈りなので、最後まで目が離せません。あとカオスなんですけど、低確率でケアルガを使っていきます。ケアルガ全回復ではないんですけど、9999回復なので、これを使われると戦闘状況がほぼリセットになってしまいます。強い全体攻撃が来ず、あとケアルガも使わないでほしいという、ほとんどの行動が嫌な行動という、厄介なラスボスですね。ハイガは比較的ダメージが小さいのでいい行動です。と打撃で黒馬が2人落ちてしまったが、でここで津波がダメージ260、これはちょっと厳しいか。エクスポーションで回復で一応ヒットポイントは800あります。まだ可能性はありますね。
by not being maxed when you use the full HP restores like that elixir. Oh, there we go. This basically showcases what like Chaos can do for Pixel Remaster. There's no way to actually mitigate his particular like spells or what type of abilities he does. There's no order to it. In Pixel Remaster, ここでエリクサーを1個持っているので、もう1回全回復で、おそらくこの辺から殴りに入るんじゃないかと思います。あ、打撃2連。これは厳しい。Chaos can always say, not today. And he's definitely doing that towards Captain here. さあそう言ってる間にチームチョコボが過去のクラーケン戦で、チームトンベリももうクラーケンのフロアに入ってますね。これは3チームラスボスで並ぶ可能性もあります。And let's be absolutely clear. Captain has not done a thing wrong. No, he has executed perfectly this fight. This has been 基本的に completely out of his 来てもあんま痛くないのは、リボンで耐性がある、アイがブリーダーがサンダーがあたりですかね。その竜巻とかは非常に痛いです。Find ways to still get a run to win. He's trying not to quit out of the game and hard reset. He's always trying to find a way to get the win condition, which is what Chaos is all about. In the meantime, ヘイストもそのターンは無駄行動なんですけど、その後の打撃がほぼ即死球になってしまうので、後の展開次第ではかなり厳しいことになります。さあ、ブリーダーは結構優しい。ちなみに崖以外に実はブリーダーも使ってきます。そこで戦士がいいデコイ。今度は黒間が結構残っているので、頑張ってほしいが。Did a turn there where he got miffed by the auto battle function. サンダーがもうまだ残りますね。And you get into a next round, if you have an item that you cast on でも文句は最大ヒットポイント999になっているので、もう一回全回復を入れればしばらくは戦います。The next round, if you keep the auto attack up, they will automatically queue new high potions. But they will target the warrior at this point. ここでフレア、これは車2人が落ちてしまうが、文句が過ぎでしたんで、先行で回復できればまだいきます。あ、津波は厳しい。全滅ですね。So it is a little bit faster to do it that way, but that definitely hurt for his. There's nothing you can really do against those flares, but also I wanted to highlight something else Captain did, and I saw him do this earlier this week. If the chaos fight is going bad enough, just try anything to break the curse, get it going in your favor. He takes some extra steps just to try and change で、 the チョコボが結構危なかったですけど、過去のチアマットを倒して、これでラストフロアに入ります。トンベリもこれから過去のチアマット戦ですね。モーグリ、もう何度目かわからないですけど、開幕でちょっと黒間で打撃が入ってしまったが、フェニオで落としてますね。この RTA パーティーだと白間がいないので、全体回復がないのがかなり厳しいですね。ただ、ここで選手を白間に変えてしまうと、どうしても中盤のデコイ役がいなくなってしまうので、それもきついという、結構難しいチャートになっております。文句が落ちてしまった。これはもう諦めですかね。そういう時に限って殴ってこないのでは、モーグで落としましたね。ピクセルリマスター版ソフトリセットつけてください。お願いします。そしてチョコボの方もカオス戦に入りました。もうここからはもう完全に同じ条件の戦いです。そしてトンベリももうチアマットを倒してラストフロアに入ってますね。チョコボも黒マ2人が落ちてしまった。一応文句がヒットポイント999あるが。
そしてトンベリもカオス戦に入りました。これで3チーム並走です。赤間という、もあるんですけど、赤間だとどうしても地勢が低くなってしまうので、崖でも雑魚敵が倒せなくて結構、道中が長引いてしまうっていうのはちょっと欠点ですね。あと、赤間は全体回復のヒーラーとかラヒーラーは使えないので、カオス戦ではあんま戦力になれないかもしれないです。ヒール系は白魔専門なんですね、ワンだと。他の機種だと結構、白魔が中心なんですけど、全チーム並びましたが、ちょっと、モーグリとチョコバはちょっと厳しい状態か。このヘイストからの打撃も痛いんですよね。トンベリも文句一人になってしまった。でも打撃がもう入っている。これはトンベリはいけるんじゃないかもしかしたら。もういけるか。打撃が来なければいける。ファイガーは結構安い。多い打撃が入ってる。倒しました。トンベリ逆転ですね。なんとカオス一抜けではないか。一回も落ちましたっけね。これは大逆転になりました。相当下がったけど、やはり、道中でも結構巻きましたが、カオスを速攻で抜けたのもでかいですね。そして FF8 がスタートグッドラックなんですけど、ディスコで確認しますけど、FF8 の解説の方はいらっしゃるんでしょうか？解説の方が来てらしてる。おはようございます。おはようございます。はい、どうも失礼いたしました。はい。おはようございます。でしたら、FF8 の解説、ビスさん、おはよう。大丈夫ですかね。始めてしまって、運営さん大丈夫ですかね、このまま。来ていただ気づかなかったようで、すいませんでした。FF8、ビスさんにお任せしたいと思います。ちょっと私の方は、あんま滑舌が悪く、ちょっとお聞き苦しいところもあったと思いますけど、ちょっと実況になりましたが、ありがとうございました。では、それでは、さんにお任せしたいと思います。では、私、F セリでした。ありがとうございました。ありがとうございました。セリさん、お疲れ様でした。はい。というわけで、改めまして、私、ウィッセリアと申します。ちょっと急遽入った、形になるので、あれなんですけれども、私はですね、FF8 の RTA、ちょっとかなり昔、もう5年以上前にやっていたものなので、ちょっと最新の情報にまだアップデートされてないところがありまして、ちょっと拙い解説になってしまうかもしれませんが、ちょっとお付き合いいただければなと思います。で、ちょっと途中でもしかしたら離脱するかもしれませんので、ちょっとそこまでのバツナギとして聞いていただければなというふうに思います。とはいえね、FF8 はプレイステーション作品なので、非常にムービーシーンが多い作品なので、解説するところとしないところがかなりね、明確に分かれますので、ちょっとね、ゆったり、ね、この時間ですので、見ていただければなというふうに思います。いやここまでね、横並びになることあまりなかったですけど、ね、ついに、ちょっとね、全作品、全チームですね、全チームが横並びになったということで、まさかのトンベリチームが3位からいきなり1位に浮上と。いや、ちょっといいですね、この、
ワクワクしますね、このリレーとか、こういうね、チーム系のこの感じを見てると。あ、てるさん、お疲れ様でした。そうですね、チョコボも、チョコチームも、ちょうどカオスを抜けまして。でも結構、FF1 のここの部分は、鬼門なんですね。なんかカオス、ここまでなんか強いと思ってなかったので、まあ FF1 はあれですよね。最大 HP が4桁ないので、まあ、ダメージ自体もかなり抑えられてるゲームですけど、でもそれでもね、こんな感じに結構厳しい場面があるんだなというふうに見てて思いました。FF8、間もなく操作開始になるんですが、まずですね、スコールくん、お名前を決めるシーンがあるんですけども、FF8 はですね、文章が、まあ、ウィンドウで出てくるんですけど、1文字ずつ描写されるっていうゲームでして、まあ、スコールとか、まあ、他のキャラクターもそうなんですが、セリフのね、冒頭のところに名前が出てくるので、まあ、スコールくんの名前を1文字にすると、その分描写がカットされて、セリフ送りが早くなるというところがありまして、まあ、なので名前をまずは1文字にするっていうのが